はい、皆さんこんにちは。日々ごはんです。今日はですね、ビリヤニというインドの炊き込みご飯という料理を紹介していきます。ビリヤニの定義は諸説あるようですが、半炊きした米を使って重ね蒸し調理をするのがビリヤニ。今回は下味をつけた肉の上に半炊きの米を重ねて炊くカッチ式ビリヤニを紹介します。ビリヤニの特徴にバスマティライスという細長い米を使うことが知られています。バスマティライスは日本の米のように粘りのある米とは違い、とてもパサッとしています。きゅうりを買ってきたのはライタを作るためでした。なのにすっかり忘れてトマトサラダを作ってしまいました。ライタはヨーグルトの中に塩やクミン、きゅうり、玉ねぎなどを入れて作るヨーグルトソースです。ビリヤニにそのソースをかけて食べたりすると結構美味しいんですよ。それはさておき、鶏肉の下味の準備をしていきます。今回ね、鶏肉を使うんですけど、チキンビリヤニなんですけども、このね、鶏肉の味付けをね、ちょっと私なりに一工夫しようかと思いまして、通常は鶏の味付けはですね、ヨーグルトマリネをするんですけども、私今回ヨーグルトマリネバージョンと、それとスパイスバージョンの鶏を2つ作って、その2つの味付け鶏を使ってチキンビリヤニを仕上げていくことにします。2種類のマリネを使うことで食べてるうちに違う味が楽しめて飽きずに食べ続けられるのではないかなと、そう考えたからです。スパイスの調合は画面にも表示させましたが、概要欄にも載せておきますので後でご覧になってくださいね。結構たくさん使って面倒だなって思っていませんか？そこなんだ。その場合はヨーグルトマリネだけでも大丈夫で、これがヨーグルト編のヨーグルトマリネ編のスパイスの調合ですね。これね、おろし生姜とおろしにんにくってね、結構やっぱ効きますよね。効くっていうのはその味にアクセントがつくってことね。これね、合わせ調味料に塩入れとけばよかったんですけど、鶏の方にかけちゃっているんで、ちょっと取るの忘れてます。ごめんなさい。で、塩はですね、肉の量に対して 1.1% グラムに対して、これが結構いい割合だっていうのを中で聞きまして、その量を今回鶏肉に使っています。皆さんは趣味とかありますか？私自転車レースを趣味でやってるんですけど、朝練習もするんですけど、この日は夜練習をしてきました。マリネの時間とか浸水の時間置かなきゃなんないので、その置いてる時間がまだちょっと明るい時間だったので、これはいいやと思ってちょっと練習に出かけて帰ってきたところです。ようやくね、北海道もね暖かくなってきて、見ての通り短パンで走れるぐらいになったんですよ。いやー、この間まで本当に寒くて歯がねカチカチ鳴るぐらい寒いです。でもね、完全に半袖ってわけにはまだいかないんですよ。やっぱ寒いんですよね、夜。で、こうやってもう帰ってきちゃって、で時間もねもったいないので、もう手だけ洗ってこの格好のまんま始めちゃいます。
浸水した米は少しもう日本の米みたいにはジャグジャグ研がなくて大丈夫なんです。でこれバスマティライスってやつね。でこれ玉ねぎはですね、いつものスパイスカレー作る時のような使い道ではなくて、ご飯の上にですねフライドオニオンっていうのを乗せてやるっていうのがビリヤニのレシピとしてはよくあるパターンなんですけども、フライドオニオンってね、まあ読んで字のごとくフライにしちゃうんですよね。まあね、フライにするために大量に油使うじゃないですか。で大量に油を玉ねぎが吸うじゃないですか。でちょっと本で読んだんですけど、玉ねぎって炒めちゃうと真っ黒とかにしちゃうとほとんどの栄養分ってなくなるそうです。そういうのもなんかいろいろ気にしちゃって、普通の飴色玉ねぎにしてます今日は。でね、これバスマティライスを最初にちょっと茹でるんですけども、5分ぐらいでいいんですよ。びっくりするぐらいやっぱりね、すぐ火が通るんですよね、バスマティライスって。なのでこれもねグラグラやっちゃったらね、もうすぐ茹ですぎになっちゃうんで、このぐらいの火加減でスッスッスーってなるようにして、でこれねフライドオニオンみたいなやつを作ってるんですけど、いわゆる今回これはもう飴色玉ねぎです。だからフライドオニオンにしたい人はフライドオニオン作ってあげてください。パリパリになるやつですね、カリッカリになるやつ。その場合はもう油多めでお願いします。もちろんね、油多めにしてあげるとちゃんとフライドオニオンできますからね。油のこととかカロリーのこととか気にしない人はやってあげてください。はい、これヨーグルトマリネ編。ヨーグルトマリネはね、酸や乳酸菌の力でタンパク質がこう分解されて、それで柔らかく美味しくなるそうです。でこれがマリネに、これはスパイスと塩とかでちょっと辛めにしてあるやつですね。 SB の赤缶が結構いい仕事するんですけど、ちょっと尖らせたい場合はカイエンペッパーとかチリとか入れて、少し辛み、ちょっととんがった感じを出してあげるといいかもしれません。これ熱いんですよ、結構。ちょっと我慢してますけど。でこれがね、半分くらい火通っている感じですかね。完全にはやばくなってね、ちょっとなんかもそっとした感じになってます。これプライバシーのためにモザイクかけてます。見えなくなったでしょ。冗談ですけど、もう見えちゃいましたね。スパイスのダイヤモンドと言われているサフラン、これぬるま湯に落とすとですね、サフランってふわーってどんどん色が出てくるんです。これほっといたら黄色っぽくなってきますんで、その間にいろんな仕事ができますんで、ふんわりね炊いた5分半分ぐらいまでの炊き上がりになっているやつを上に乗せて、ちょっとスプーンで鳴らしときます。これ何するかっていうと、溶かしバター作るんですけど、水が入っちゃいました。こういうところがなんか素人ですよね。熱湯を注いでから小さいボウル入れりゃ済むのにね、バカだなってやってから気づきました。でこうやって湯煎にかけてバター溶かしてあげます。
これがだいたい 15g ぐらいですかね。15g ぐらいですかね。多分このバターとかまあまあ多いと美味しいと思います。でパクチーも前の日に使ったやつの残りなんでちょっとしかなかったんですけど、だいたいね普通のスーパーで4束か3束ぐらいのセットで売ってるんですけど、これ2束分でしたっけね。これもあったらあっただけそのパクチーの香りが広がって美味しくなるし、苦手だったらやんない方がいいかもしれないけど、パクチーの代わりってないですからね。ミント入れても美味しいみたいですけど、またミントがね近所のスーパーに売ってないんですね。これが飴色玉ねぎですね。本当はフライドオニオン使ってください。ほらいい色になったでしょ。これねサフランってねめっちゃいい匂いするんですよ。いい匂いはするし色はつくしね。これ出来上がった後もすごいいい匂いしますからね。美味しくなるんだぞ。でこうやってねシュッて湯気が出てくるまで待ちます。でちょっと湯気が出てからちょっともたもたしてたんで10分くらいでいいと思うんですけど、今回9分入れてます。もちろん結構弱火です。うわーできましたね。美味しそう。下からほじくり返すと仮想の肉はスパイスをまとってますので、スパイス肉汁がじわじわにじみ出ています。するとその周りにはご飯がありますので、スパイス肉汁がご飯に染みついています。ビリヤニは食べるときにご飯と混ぜて食べます。そして口の中に入れるといただきます。スパイス味のご飯、ほんのり塩味ご飯、スパイス風味の肉が口の中で咀嚼されて、口の中でビリヤニの世界が広がります。どうぞこのレシピで最高のビリヤニ体験をしてください。このレシピ最高に美味しいので、よかったら参考にして作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。